まずいかに早くキャッチするかと、いうことを適切に話を聞いてあげることで落ちずに済むみたいなことなるほどなるほど。ありますし、そこは重要ですね。一時的応急処置はできても根本的解決ができなかったことの方が多いです。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、そして育成術など役に立つお話をしています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もお願いします。はい。今日のご相談がですね、管理職が限界に達していると感じた場合、どのようなアプローチで対応するべきかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、実際にモン社長が過去に経験された状況などを踏まえて、どういったステップで改善に向けて動いていったのかっていうところをちょっと深掘れればなというふうに思っています。管理職が限界、ちょっともうきついなみたいなのをどう感じ取るかっていうのがまず一つだと思うんですけど、これもやっぱなるべく早く察知することがやっぱ重要だと思うので、まずいかに早くキャッチするかと、いうことを考えるのが多分一番いいと思うんですけど、何事もそうですけどやっぱ問題がなるべく大きくなる前に積み取っておくっていうのが原則なので、何を見ていくかっていうことなんですけど、僕は結構一つ目はレスポンスが早いか遅いか、レスポンス速度ですよね。レスポンスが早いと多分みんなそうなんですけど、興味のあること、言い方変えたらやる気のあること、特に事象に関してはレス早いんですよ。例えば異性からね、デートに誘われた時に、すごい興味があって好きだったらレス早いですし、興味がなかったらレス遅いし、出したらしないじゃないですか。仕事でも同じことが起こるんで、やっぱレスポンス速度。なるほど。この人の、例えば A さんのいつものレス速度と現状のレス速度の差分とかですよね。二つ目は社内 SNS とか LINE とか、テキストの内容。なんか分かりやすく言うと、例えばなんか句読点とか丸とかをつけるとちょっと感じ悪く見えたりとか言うじゃないですか。言いますね。調子いい時は絵文字で来るとかね。もちろんそういうのもそうですし、語尾とか言い方とか、こういうのもやっぱ見てるとかなり違いが出てきますよね。例えば僕に対してすごく敬意を示してる時とか、すごい好意を抱いてる時は、僕から何か指示を出した時とか、何か聞いた時に、大丈夫です、びっくりマーク、ありがとうございますとかって来るとして、僕に対しても上司に対してもそうですけど、あんまりテンションが高くない。わかりました、丸って返ってきたりするわけですよ。あとはもうノンバーバルなところですけど、表情、自分と対峙した時の表情、目合わせる合わせない、あと声、この辺ですよね。レスポンス、テキスト内容、対峙した時の表情、目、声、この辺で今のテンションというかモチベーションというか、どれぐらいかとかっていうのを察知するサインだと思うので、これはよく見といた方がいいですよね。なるほど。じゃあ実際そういう風になって違和感があった時とか、何かちょっと厳しい時とかにどう対応するかっていうんですけど、一旦はやっぱり聞きに行くしかないと思うんですよね。簡単でもいいので、なんかちょっと今日元気ないねみたいな、もしくは最近元気ないよねとか、ゆっくり紐ほどいて聞いていくと、なんか出ますよ。そうですか。そういうところをやる。で、あとはやっぱり話した内容と話した感じからして、僕が上長とかだったらジャッジをしなきゃいけないんですよね。簡単ではないですけど、基本は続けさせる、そのまま。場合によってはもう問題があるんだったら移動する。更迭する。もしくはどのぐらい後やらせようかっていう期限定める。1年続けられないなみたいな、このままいくとねみたいな、とりあえず3ヶ月は持つかなみたいな、そういう期間が自分の中で判断できたら、その期間後にどうするかとか、その期間の中でどう考えるかとか、どのぐらいいけるかどうかとか、そういうことを考えてますかね。なるほどなるほど。で、何かしらを決めるみたいな、様子見なのかっていうところも踏まえて、先ほども言ったようにやっぱり対応は対応なんですけど、ことが起こっちゃった後に対応って実はもう結構手が少なくなってしまうので、やっぱりいつも言ってる予防、とっても大事だと思うんですよね。予防と万が一そうなりそうな時の早いアラートが必要。
気づきが必要なんで、やっぱり一番は定期的にコミュニケーション。はい。自分がその管理職だとしても、自分がその部下だったら、自分の管轄する部下だったら、やっぱりその定期的なコミュニケーションっていうものはちゃんとスケジューリングして、定例を決めておいて、それをちゃんと実行すると。なるほど。いうことをしっかりやる。レポートでもいいですし、しっかりと話を聞くみたいな機会でもいいですし、ちゃんとスケジュールする。それを実行するっていうことをやっぱりやることが一番。その中で早く気づけるんで、落ちそうなところをフォローできる。このままいったら落ちそうだなと思った時に、適切な内容を話してあげるとか、適切に話を聞いてあげることで、落ちずに済むみたいなこと。なるほど、なるほど。そこは重要ですね。仮に落ちていたら、それに素早く気づくってことですね。このスパンが、だから、本当は自分の直部下だったら、何らかしら、週1ぐらい、週1で持ってた方がいいですよね。30分でもいいから。っていう感じが一つ。あとは、うちでやってることだと、第三者を活用しますよね。例えばなんか、コーチとか、メンターとか、社内でも社外でも。なんか言い方変えると、例えば、そうだな。例えばじゃあ上司が親、本人が子供みたいな家庭を置いたときに、やっぱ親に話せること話せないこと、親との関係性上とかあるじゃないですか。だとしたら例えばわかんないけど、おばさんとか、おばあちゃんとか、おじいちゃんとか、斜めの関係性みたいなのが結構重要だと思うんですよね。親には言えないけど、ちょっとこのおばさんだったら仲いいし言ってもいいかなとか、いとこだったら言ってもいいかなとか、あるじゃないですか。そういうのをあえてこう用意しながら、そこでも一緒なんですけど、このままいったら落ちちゃうかもなっていう時のフックに支えとか壁になる要素とかをやっぱ持っておくのも結構大事かなと思うので、社内でも社外でも、もしくは両方でも、あとはそのフェーズによると思うんですけど、用意したりとか、あと社員の中でもフォローする社員。言うならば、例えばじゃあ、コーチみたいなものが、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、おばさん、おじさんとか、メンターみたいなのがお姉ちゃん、お兄ちゃんとか、フォローする社員っていうのは、単純に、もしかしたら同い年ぐらいの兄弟とか、もしくはそのいとことか、割と同僚的な話とかなのか、ちょっと上ぐらいとか、こういうのをこう用意しといて、フォローの社員の時を第三者的に用意するときは、仲が良くないと結構バリアを張っちゃう人もいるので、仲良くないとあんま意味はないんですけど、わざとだからこう、例えば関係性が少しあるような人を用意したりとかしてやるとか、とにかくその第三者の活用をやってますかね。幹部は特にそうですね。なるほどですね。あとはもう教育、研修とか、わかりやすく言うと、これもやっぱ僕結構これ大事だなと思うんですけど、来るかもしれないっていう心理的なその準備とかは大切だと思うんですよ。要は例えば会社だったら経営者として多分このまま拡大をしていった時にこういう壁とか問題が出てくるはずだと。これが分かっていたら、理想は手を打っていればいいんですけど、やっぱり未曾有のことなんで手を打ち切れてない場合もたくさんあるんですよ。そうですね。でも来るかもしれないと思ってる心理的準備だけでも結構役に立って、来たら来たぜってなるわけですよ。なるほど。思考的には来たからこれは成長するために来た壁だと、来るはずだった壁だと、来ちゃったぜと、来たぜとじゃあこれどうやって乗り越えようかなっていう思考にプリセット戻れるわけですよね。でも何にも考えてないといきなり走ってたら壁がドーンってきてからドーンってぶつかって、何これみたいになって、思考停止する人がいるんですよ。マネージャーも同じで、マネージャーをやるっていうこと、管理職をやるっていうことは、こういう問題必ず来ますよ、当たりますよと。どんだけ優秀な人でも、どんだけ順調にいってても、形を変えてでも必ずこういう壁来ますからね。これは経験則からやっぱ来てるんでみんな。なるほど。なので、それ言っとくんですね。言っておく。本人も来るかもしれないと。っていうのを少しでも考えさせておく。これ結構大事で。そうすると人の問題とかも、やっぱこういうの起きるか、みたいな。って感じになったら、じゃあこれどうしようかなって。これどうしようかなって。どうしていこうかなっていう思考にやっぱすぐ切り替えやすいですよね。なるほど。準備してないと切り替えられない。うわ、当たっちゃった、やべ、どうしよう、うわー、みたいになっちゃうんですよ。心の準備、心理的準備は大切ですね。そうですね。だから意外とそういう準備を
なんだろうな、してない、うん、考えられてないことが多いのかな。なんか会社の戦略とか考えた時に人に対してのマネジメントとかでこういうの来るかもしれないとかっていうのは、はい、中間管理職とかマネージャーぐらいだと、多分意外と考えてないこと多いと思うんですよね。なるほど。経験がない。そういうことか。結局はですよ、管理職がなんかこうギブアップする理由とかって、大きく分けたらもう2つなんですよね。1つは成果が出ないんですよ。これだからやっぱりね、自分がやってるのにちゃんと成果出す役割なのに出せない。テンションどんどん下がっていくじゃないですか。これ経営者もそうですけど、もう1つはやっぱり人の問題だけですよね。だから成果が出てれば割と人の問題もそんなにクローズアップされないで済むから、なるほど、いけるし、でも成果が出てても人の問題があまりにも大きすぎるとちょっと嫌になるし、今度成果出ないんだけど人だけがすごい綺麗にうまく回ってれば頑張ろうってなったりするんですよ。大きく言ったらこの2つぐらいなんで、それも全てだからその人の問題とかは意外と人の問題に関してはこういうマネジメントの壁が来ますよみたいなのは心の準備ももちろん物理的準備ですけどしてない場合が結構多いんですよ。うまくいってるとこのままやっていけばいいんだと思っちゃう。いや、そうですね。うまくいってる時こそ来るかもしれないみたいな、ちょっと心理的用意はできてない時が多いですね。人の問題ってもう少し深掘りするとどういった問題が挙げられますか？人のマネジメントがうまくいってないっていうことだと思うんですけど、例えばそうですね、関係性の問題もそうですし、言うこと聞いてくれないとか、言った通り動いてくれない、必ずやんなきゃいけないことをやらないとか、伝わらないとか、なんなら反抗的になるとか、周りに会社とか上司の不満を言うとか、とにかく端的に言ったらマネージャーの思う通りに人が動かないんですよ。でもそんな当たり前じゃないですかと。そうですね。それを前提としてどう動かすかの話だから。なるほど。それを放棄しちゃうと、それこそ少数精鋭がいいからもうあんまり大きくやりたくないとか、拡大目指しませんとか、経営者でも言いますよね。なるほど。自分でもう個人事業主でやりたいですとか、なんかそういう思考になりがちですよね。そういうことですね。人と関わりたくないとか。本社長が今までその管理職が限界に達してるなって感じた時も、そういった今みたいなステップで改善できたケースもやっぱ多いですか？結局正直に言うとですね、問題が大きく表面化してから解決に行って、一時的応急処置はできても根本的解決ができなかったことの方が多いですね。問題が大きく表面化する前だったらあるんですけど、それを改善と呼ぶのかみたいな話なんで、確かに分かんないですよね。なるほどですね。管理職問わず、なんか退職を決意した人を、その決意を覆らすってなかなか決意した要因とか理由にもよるとは思うんですけど、なかなか難しい部分ではありますもんね。そうですね。いつも言いますけど、意思決定とかをしてしまった後にその意思決定を覆らすっていうのは結構ハードル高いですよね。仮に覆らせたとしても、もう一回勃発しますよね。そうですよね。繰り返されることが多いですよ。あとはその意思決定をしてしまったら覆すときに、若干主導権が相手にはありますよね。なるほど。確かに。それは例えば交渉事とかで言うならちょっと不利ですよね。やりにくいし、いかに経営者とか管理職が部下に対してとか考える上では、いかに予防して、いかに問題を発生する前に解決というか、何事もなかったかのように収めるかっていうのは結構大事ですよね。なるほど。ありがとうございます。貴重なお話を聞きました。管理職が限界に達するサインとしては、レスポンス速度、テキスト内容、あと表情、目、声とか、そういったところをサイン見逃さずに事前予防がものすごく大事だと思います。問題が発生してしまった後の対処っていうのはもう選択肢が限られるので、どうジャッジするかということが重要になってきます。
ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも読んでいて励みになります。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをよろしくお願いいたします。